こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、いつものようにピラミッドを見上げながらのゲーム再開です。どこによ。心の綺麗な人でないと見えないかもしれません。見えるのは心が綺麗すぎて悟っちゃった人だけよ。まあなんというか、この企画が完遂したら今のピラミッドは見納めなんですよね。少々名残惜しいです。新企画では新たなセーブデータで始めたい気持ちとで、軽く葛藤を抱えています。つまり、新企画の最中におまけ目標でピラミッド立てるのね。真面目な話、地上探索の天敵はインベントリの圧迫なので、同時に建築材集めするのは相性悪そうなんですよね。何か良い方法があればいいのに。自制するのがベストよ。さて、前回はこの企画最後の地下採掘となりました。風車型33周目途中で止められなかったのは、もはやノルマなのか思考なのかが不明です。単に修正じゃないかしらね。で、今回で山岳拠点は閉鎖です。できる限りアイテム持ち帰ります。そして、置き去りアイテムはこんな感じに決めました。レール系は迷いつつもあえて置き去りです。羊牧場の改良は断念するのね。やはり、現時点の私の知識やプレイ経験では、エメラルド用の取引材料集めは農作物に専念した方が良さそうなんですよね。なので、あえて未練を断ち切るために置き去りにしました。そして後で後悔するのね。さて片道6分ほどで、ようやくピラミッドが見えてきました。やっと悟らないでも見えるようになったわね。で、テキパキとアイテム整理を終わらせて、早くも建築ターンに突入です。空っぽのエンダーチェストは忘れません。そもそも建築にいらないものでしょうに。さて現時点のピラミッド工事進捗は 99.7%。今回4層を積めば 99.9% に達します。つまり、残り 0.1% 切るのね。まあピラミッドの建築材の総数は10万ちょっとなので、残り100個となれば 0.1% 未満です。それにしても、霧がかかって村があまり見えないです。どの家までがピラミッドの影になっているのか確認したかったのですが。まあともかく、いつの間にか 1.10 でメサで大量生成されるようになったと知って、ビビった金鉱石からです。ビビったんだ。バージョン 1.8 で金鉱脈の付き方が変わった時、かなり不気味に感じたんですよね。やっと見慣れたのに。そしてダイヤ鉱石からは、建築材の数が1スタック未満です。もはや1周30秒を切っていて、2層でほぼ1分しかかかりません。さすがに早いわね。そして、1分でレッドストーントーチを下に設置し終わり、初のノーカット8倍速で、レッドストーンランプの層をさっくり建築完了しました。これより上はビーコンセットだけよね。高さ縛りの時のビーコンピラミッドは先端の出っ張りでしたが、ピラミッド規格ならぴったりです。まあピラミッドだものね。さて、ラバ脱走信号弾計画は今はまだ放置です。プレイ前は41個のエメラルドブロック収集の机上計算などでいっぱいいっぱいになっていました。ともかくピラミッドを伸ばして変化がないか、闇の村の様子を見てきます。で、もはや直射日光が当たる範囲は井戸周辺だけのはずで、目の前の教会も、そろそろ家だけど家じゃなかったのはずなんです。しかし、村は変わった感じがしないです。廃村化計画がうまくいっていないわね。何か、私がきちんと理解していない事柄があるような気がします。思い当たるのは、最後に積んだ直射日光を透過しそうな建築材は粘着ピストンで、井戸を中心に約50メートル四方に並べてあるのですが、その影響でしょうか。井戸から離れた家も、家の位置とドアの向きによっては、村の家として機能しているということね。そして1分半ほど探し回り、無事に農民がまだ村を見捨ててないことを確認しました。小麦と人参じゃがいもの取引数はいずれも19で記憶通りです。
で、以前エメラルド取引した収録データから、各種取引品目の必要となる数の割合を調べてみたのですが、平均値として、取引回数限界値は6回ほどで、取引停止後の、緑キラキラまでの取引回数は3回ほどでした。つまり、メインとサブの取引物の比率は、2対1となるわけね。今回はサブのサブまで必要そうですから、だいたい4対2対1の比率が目安となりそうです。なおエメラルドブロックの必要数はあと41個なので、小麦粉を約7000個を集めれば足りるはずです。前回の末の時点で考えていたよりも、人参とじゃがいもが多く必要となりそうなので計画を見直しました。人参2000個、じゃがいも1000個ね。ただ、現時点で確保済みの人参とじゃがいもはやたら少なく、半スタックもありません。確か人参は1つ植えて2つ収穫できる程度しか、要するに1回の収穫で1つちょっとしか増えないので、骨粉使用しても量産は結構骨なんです。となると、以前ご指摘いただいた幸運3での収穫を考慮しないと。そういえば試したことがありませんでした。最近まで知らなかったわけではないのね。幸運3を使わずとも人参が十分取れていたし、幸運3の耐久が減るんじゃないかと思っていた次第です。ちなみにエメラルド鉱石は、14個中12個ばらして、4ブロック分には足りませんでした。もう1個ばらすのはやっぱりやめておきます。さて、ピラミッド拠点でやるべきことは済んだので、田舎暮らしに移動します。そして動物にぶつからずに日暮れにギリギリ間に合いました。すでにいつもの収録時間を半分過ぎてますし、急がねばなりません。さて今回の田舎暮らしの大まかな予定は、前回お話しした通りです。野戦で整地したスペースで畑を増やしまくるのね。まず、小麦の種のストックが1ラージチェストほどあるので、全部植えるつもりでかかります。ついでそれが育つまでの間に、骨粉で人参やじゃがいもを量産していく感じです。なお今回は畑用に水を引いたりせずに、強引に植えてしまいます。特に地形に手を入れず、育ったら水バケツで適当にバシャーする予定です。などと、プレイ前に計画を立てていたのですが、念のため事前に、人参の幸運3での収穫を検証してみたら、計画が全部ひっくり返りました。人参が34個に増えるとか、ちょっと待って状態です。植えた人参を加味しても、1回の収穫で5つ増えたわね。そして若干青ざめつつ、慌てて20回の幸運3収穫を試してグラフ化したのがこちらです。収穫数は1個から7個で、平均で4つ5つという感じね。うち1つは植えるのに消費してますので、1回の収穫で平均 3.4 個増加してます。幸運3を使わない時の3倍の収穫じゃないですか。それにしても、3倍なのになんで赤人参じゃないのかしらね。どうでもいいです。ともかく、幸運3を舐めてました。収穫が3倍にもなるのなら、水バケツでの収穫時間節約などはもう考慮するに値しません。小麦の種がラージチェスト1箱量産済みであるとか関係なく、骨粉で人参量産する方が断然早そうです。一応ネックとなるのは、スケルトンの骨の備蓄数かしらね。骨なら各拠点の備蓄をかき集めて、11.5 スタックありました。足りるかどうかは試さないとわかりません。そして50分弱かけて、人参とじゃがいもの 8×8 の畑を、各10箇所ずつ作成しました。プレイ後に計算したら収穫できるのは、64×10×4.4 で各2816個。各3000個ずつには少々足りなかったようです。つまり、人参3000、じゃがいも3000、小麦1000個集める予定なのね。それにしても、この見えている畑20箇所の1回の収穫だけで、エメラルドブロック32個相当です。エメラルドブロック集めはさほど大変でもなかったんですね。さて今回はここまでです。
骨はまだ6スタックほど温存してますが、各畑に1回ずつ骨粉使える程度しかありません。目安で1時間少々は、自然に育つのを待たないとならないでしょうね。つまり、羊牧場を改良する暇ができたのね。先に試したいのはラバ脱走信号弾計画の実験です。どの道一度、ピラミッド拠点に材料を取りに行かないとならなそうです。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。